今日はお雑煮を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はお雑煮を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、もうすぐお正月ということで、お正月には欠かせないお雑煮レシピをご紹介していきます。お雑煮はですね、それぞれの地方によっていろんな作り方があるんですが、今回はですね、だしベースで具材がたっぷり入ったとてもシンプルなお雑煮をご紹介していきます。ところどころ作り方にポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。切り餅、鶏もも肉、人参、大根、小松菜、椎茸、三つ葉、かまぼこ、柚子の皮。具材はこちらの材料で作っていきます。具材に関しましてはお好みの具材を入れて作ってみてください。ただ鶏肉を入れていただくとね、鶏の出汁も出るので、ぜひ鶏肉は入れてみてください。続いてお雑煮のおつゆの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お醤油、お酒、だしの素、塩、お砂糖。こちらの材料で作っていきます。だしはですね、簡単に顆粒のかつおだしを使っていきます。もしご自身でだし汁を取っている場合は、こちらのかつおだしは使わずにだし汁を 600ml 使ってください。そしてお醤油ですね。今回は薄口の醤油を使っていきます。こちらない場合は普通のお醤油でも OK です。そしてお酒ですね。こちらは清酒を使っていきます。清酒はですね、塩分が入っていないので、お好みの塩分量に仕上げることができます。もしない場合は料理酒で代用して味の濃さは調整して作ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに具材から切っていきます。最初に人参ですね。人参はだいたいね 7mm 幅ぐらいで切っていきます。今回は2人分なので2つ作っていきます。そしたらですね、こちら100円ショップに売っている野菜のくり抜き型を使っていきます。こちらを使うとね、とても簡単なので、ぜひね、100円ショップをチェックしてみてください。そしたらね、これでくり抜きます。はい、このようにくり抜いてください。そしたらですね、今回はですね、ねじり梅にしていきたいと思います。やり方はすごく簡単です。まずですね、このへこんでる部分ですね、中心に向かって包丁で斜めに切れ込みを入れます。こんな感じ。このように入れてください。そしたらこのね、切れ込みを入れた右隣の真ん中ですね、この部分から切れ込みに向かって包丁を入れます。こんな感じ。そしてですね、この切った部分を切り落とします。はい、こんな感じ。残りも同じように、まずこのへこんでる部分にこのように包丁を入れて、そしてこの花びらの中心部分から切れ込みに向かって包丁を斜めに入れます。はい、こんな感じ。そして取ります。また同じように真ん中まで切れ込みを入れて、そして包丁を斜めに入れます。はい、でピッと取ります。これをね、5箇所繰り返します。はい、そうするとこのようにね、簡単にねじり梅を作ることができます。ぜひね、こちらもやってみてください。これがちょっと面倒だなっていう時は、もうくり抜くだけでもね、可愛いので、それだけでもいいかなと思います。お時間のある時はね、ぜひこちらもやってみてください。そしたらね、もう一個の方は、先ほどの型よりも少し小さめの型でくり抜いていきたいと思います。これはね、お好みで OK です。はい、こんな感じ。こちらはね、すごくちっちゃいので、このまま使っていただいてもいいかなと思います。ということでね、人参はこの2種類作りました。それでは続いて大根です。大根もだいたい 7mm 幅で切っていきます。はい、大根も2つですね。大根に関しましては、このままくり抜くだけにしておきます。先ほどみたいにね、ねじり梅みたいにしていただいても OK です。こちらも大小にしたいと思います。はい、大根はこれで OK です。それでは続いて椎茸です。椎茸はまず軸を切り落としてください。そしたらですね、まず真ん中に切れ込みを入れます。包丁を少し斜めにして切れ込みを入れてください。はい、こんな感じ。そしたら反対側からも同じように切れ込みを入れます。そして切った部分を取ってください。こんな感じです。そしたらね、斜めに入れていきます。この時ね、手を怪我しないようにだけ注意してください。こんな感じでね、斜めに包丁入れます。こんな感じ。あとはこのラインですね。ここに包丁を斜めに入れます。こちら側も入れます。そうするとこのようにね、綺麗な椎茸の柄に仕上がります。それではもう一つも同じように作っていきます。それでは続いてかまぼこです。かまぼこはだいたい1センチ幅ぐらいで切りましょう。
はい、かまぼこはこれで OK です。続きまして柚子ですね。こちらは細切りにしていきます。柚子の皮もですね、お好みの量切ってください。それでは続いて鶏肉です。鶏肉はね、一口サイズの大きさに切っていきます。その前に余分な皮とかがあったらこちらは取り除きます。あとは一口サイズに切っていきます。そしたらですね、こちらの鶏肉はボウルに入れます。そしてこちら分量外ですが、塩を一つまみほど加えて、そして軽くお肉に下味をつけておきます。はい、鶏肉の準備はこれで OK です。それでは小鍋にお水を入れてください。まずはじめに大根と人参だけ茹でていきます。こちらは茹でるのに少し時間がかかるので別茹でしていきたいと思います。ではこちらね、まず火にかけて沸騰させます。はい、沸騰しました。沸騰したら大根と人参を入れてください。やけどしないように注意してください。それではですね、このまま大根と人参に火が通るまでだいたい3分ほど茹でていきます。はい、3分経ちました。そしたらね、取り出します。火を止めてください。はい、で茹で終わったらですね、このままお湯を使って今度は小松菜を茹でていきます。小松菜はですね、この束のまま茹でていきます。あとですね、小松菜を茹でるときはこちら分量外なんですが塩を少し入れてください。そうするとね、色味が綺麗になります。塩を入れたらもう一度火にかけます。ちょっとね、お湯足りないときは水加えてください。はい、沸騰したらですね、小松菜を茹でていきます。茎の部分から入れていきます。折らないようにね、徐々に入れていきましょう。はい、で茎の部分が柔らかくなったら徐々にね、葉っぱも入れていきます。ちょっと蒸気が熱いのでね、やけどには注意してください。葉っぱの部分を入れたらこのままだいたい1分ほど茹でていきます。はい、1分経ったので火を止めて取り出します。そして取り出したらですね、こちらは氷水に浸してください。はい、こんな感じです。このままですね、だいたい1分ほど浸しましょう。では続いてですね、こちらのお湯をまた利用して今度は結び三つ葉を作っていきます。まずこちら三つ葉ですね、2本用意してください。そしてこの葉っぱの方ですね、こちらを手で持ってこの茎の部分だけをお湯につけます。この時もね、蒸気でやけどしないように注意してください。茎が柔らかくなるまで浸してください。ちょっとね、お鍋の中でやるのが熱い時は器にこのお湯を移してやっていただくといいかなと思います。はい、でこんな感じでね、茎が柔らかい状態になったら取り出します。このようにね、結べるぐらいの柔らかさになるまでお湯に浸してください。そしたらですね、この茎の部分を先ほどの氷水につけます。そして冷やしてください。こちらも同じように1分ほど浸してください。それでは続いておつゆを作っていきます。まずお鍋にお水を入れます。続いてここにだしの素、そしてあとはお酒、そしてお砂糖を加えてください。お醤油と塩は最後に入れていきます。そしたらですね、まだ火にかけない状態で鶏肉を入れていきます。あとね、椎茸も一緒に入れましょう。そして火にかけます。火加減は中火です。このままですね、お肉に火が通るまでまず加熱していきます。時折混ぜながらね、加熱していきましょう。はい、クツクツしてきました。そしたらね、だんだんね、アクが浮かんでくるので、それをまず取り除きましょう。弱火にしちゃうとね、アクが見えなくなってしまいますので、中火から強火ぐらいでね、最初は加熱してください。そしてアクを取ったら火加減は弱火にします。お肉にね、きちんと火が通ってるかチェックしてください。これで火が通ってれば OK です。そしたら最後、塩とお醤油で味付けをしていきます。まず塩ですね。そしてお醤油です。これで混ぜましょう。このままですね、だいたい1分ほどなじませていきます。はい、OK です。火を止めます。おつゆはこれで完成です。味の濃さに関しましてはお好みで調整してみてください。それではですね、先ほど冷水に浸しておいた小松菜ですね、こちらの水を切ります。しっかりとね、水分を拭き取ってください。はい、そして水分を拭き取ったらまずね、根元を切り落とします。あとはだいたい 3,4 センチ幅で切っていきます。はい、小松菜はこれで OK です。では続いて結び三つ葉を作っていきます。まずね、しっかり水分を拭き取ってこのように伸ばしてください。そしたらこの茎の部分を半分にこのように折り曲げます。そしてこの2本を重ねてくるっとね、優しく結んでください。よいしょ。
はい、このように結んでください。これで結び三つ葉の完成です。こんな感じで作ってみてください。それでは残りのもう1本も同じように作っていきます。それではね、最後お餅を焼いていきます。こちらはですね、くっつかないタイプのアルミホイルを敷いてください。そういったね、アルミホイルがない場合は普通のアルミホイルを敷いて、その上に薄くサラダ油を塗ってください。それではいい焼き色になるまでトースターで焼いていきます。はい、お餅が焼き上がりました。それではね、最後器に全部盛りたいと思います。ではね、具材を入れていきます。まずね、鶏肉です。はい、そして椎茸も入れます。あとはですね、ここに小松菜、そしてここに大根と人参ですね、入れます。あとはかまぼこです。そしてここにお餅も入れましょう。はい、こんな感じに整えました。そして最後におつゆを入れます。あとはね、お好みで柚子をトッピングしてください。そして全部ね、仕上げたらこちら結び三つ葉を入れます。はい、こんな感じで完成です。盛り付けはお好みでやってみてください。はい、これでお雑煮の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように具材もたっぷりで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずおつゆからいただきます。美味しい。具材の旨味が加わってすごく美味しいです。ではね、お餅をいただきます。では、いただきます。おつゆが染み込んですごく美味しいです。そして柚子の香りもすごくアクセントになってます。美味しい。ではね、鶏肉もいただきます。お肉もね、すごく柔らかく仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のお雑煮のポイントです。まず今回のお雑煮のおつゆなんですけれども、だしの素を使って簡単に作りました。もしご自身でだし汁を作っている場合は、だしの素は使わずにだし汁で作っていただいて OK です。その場合は味の濃さはお好みで調整してみてください。そして具材に関してのポイントです。今回ね、結構たくさん具材を入れました。この具材に関しましては、お好みのものを入れて作ってみてください。人参のねじり梅に関しましては、100円ショップに売っている型を使うととても簡単に作ることができます。少しひと手間ではあるんですけれども、お雑煮がとても華やかになるので、ぜひこちらもやってみてください。そして人参と大根、そして小松菜は別茹でしました。人参と大根に関しましてはちょっとね、茹で時間が長いので別茹でしてます。小松菜に関しましては塩茹ですることで色が鮮やかな仕上がりになります。そして三つ葉ですね、こちらはですね、茎の部分をですね、柔らかくなるまでお湯に浸してください。その後しっかり冷水で冷やして、それから水分を拭き取ってから結ぶようにしてください。そしてお出汁についてのポイントなんですけれども、先ほども言いましたが、今回は顆粒の出汁を使って簡単に作りました。作る時もですね、最初に椎茸と鶏肉を入れて煮ていただいて、塩とお醤油に関しましては最後に加えるようにしてください。そうするととても美味しい仕上がりになります。あとはですね、お餅を焼いてお好みに具材を乗せて召し上がってください。材料お手軽で作り方もすごく簡単です。ちょっとした一工夫でとても豪華なお雑煮に仕上がります。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はお雑煮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。